海外旅行では特に気持ちが開放的になりますよね。今回は私が実際に経験した海外旅行でのハプニングを5つ紹介します。共感していただける方や同じような経験をした方がいればぜひコメント欄で教えてください。これらのエピソードは最近のものではないので海外のことを何も知らなかったんだな、勉強不足だなと感じるかもしれませんが、若気の至りと思って温かく見守ってください。1、優しいおばさんかと思いきや危険度星。1つ、イタリアで地下鉄の切符の買い方がわからず困っていた時、一人のおばさんが声をかけてくれました。どうやら切符の買い方を教えてくれるようで、私の財布の中からユーロ紙幣を指さしました。私はその紙幣を自販機に入れ、無事に切符を購入。なんて優しい人なんだと感動し、世界は優しさで満ち溢れていると感じました。しかし、切符を買うとお釣りが出てきますよね。そのおばさんは、なんとそのお釣りを間髪入れずにわしづかみして、自分のポケットに入れてしまったんです。私は唖然として立ち尽くす中、おばさんは笑顔で立ち去りました。実はそのおばさん、物乞いだったんですね。ノーサンキューと言うべきだったと反省。観光客を狙ったこうした手口は、海外では決して珍しいことではありません。2、スマホをなくす、危険度、星。2つ、フィリピンとベトナムで立て続けにスマホをなくしてしまいました。幸い、どちらもホテルやタクシーで見つかったのですが、特にベトナムでは英語が通じにくかったため、該当するタクシーを探し出すのに一苦労しました。旅先での貴重品管理の大切さを改めて痛感しました。3、裏の顔、危険度、星。3つ、友人とイタリアのローマにあるコロッセオを訪れた時のことです。海外旅行では気持ちが開放的になりますよね。コロッセオの外には騎士のコスプレをしたおじさんたちがいました。私たちはその場の雰囲気に乗って彼らと写真を撮ることにしました。みんな笑顔で楽しいひとときかと思いきや、写真を撮り終えた途端におじさんたちの表情が一転。友人は壁際に追い詰められ、おじさんたちに囲まれました。私は思わず逃げ出しました。友人はなんとかその場を切り抜けたものの、法外な料金を請求され、支払う羽目になりました。これはキャラクタースキャムという観光客を狙った詐欺の一つです。4、ホームレスに追いかけられる、危険度、星。4つ、イタリアのローマ、コロッセオに向かう途中のことです。2人の女性ホームレスがメッセージが書かれた段ボールを持って物乞いをしていました。ちなみに日本とヨーロッパのホームレスの割合は大きく異なります。日本のホームレス率は約 0.003%、ヨーロッパでは約 0.4% と言われています。日本の支援制度の充実がホームレス率の低さにつながっているのでしょう。話を戻しますが、女性ホームレスの横を通り過ぎた時、突然立ち上がり私を追いかけ始めました。恐怖で走り出すと、女性たちも叫びながら追いかけてきます。100メートルほど走って、ようやく追ってこなくなりましたが、非常に怖い体験でした。5、メキシコのギャングに連れ去られる、危険度、マックス。メキシコのリゾート地を訪れた時のことです。メキシコでのバカンスを楽しみ、帰りのフライトを待っていた空港での出来事です。空港でフライトまでの数時間を過ごそうとしていた時、一人の男性が話しかけてきました。メキシコではスペイン語が主流ですが、私は話せないため、何を言っているのか全くわかりません。ノーサンキューと言ってもずっとついてきます。どうやらタクシー運転手のようですが、雰囲気が怪しい。空港から市内までのタクシー料金は250メキシコペソ約2000円程度のはずですが、この男性は1000メキシコペソ約8000円を請求してきます。ちなみに1と表示した男性の指はありませんでした。男性はさらに仲間を呼び始めます。ここで命を落とすかもしれないと覚悟を決め、有り金の2000メキシコペソ約1万6000円をすべて渡して怪しいタクシーに乗り込みました。道中
恐怖で震えながら過ごしましたが、幸運にも指定した場所に無事到着。九死に一生を得ました。ギャング風の風貌だったため、彼らをギャングとしましたが、実際には詐欺グループだったのかもしれません。今回の動画はいかがでしたか？少しでも楽しんでいただけたなら嬉しいです。海外旅行には驚きや感動がたくさん詰まっていますが、予想外のハプニングもつきものです。皆さんもこれからの旅が安全で楽しいものになるよう、ぜひ参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントもお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。楽しい旅を。